夏が好きなので、もうこの時期から夏の終わりを憂いています。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。おつもろで。皆さんは夏は苦手ですか？好きですか？どっちですか？別に特に何も予定はないんですけど、私は夏の雰囲気とかが結構好きですね。虫は怖いし苦手なんですけど、夏の夜に散歩をするのがめちゃめちゃ好きです。ということで今日はですね、逆にASMR 動画で何かと見るっちゃ見るけど、苦手なトリガーをやっていきたいと思います。個人的に好きな音とかって割と語りやすいじゃないですか。平和的で。でもね、時にはみんなの苦手なトリガーを語り合うのも楽しいんじゃないかなと思います。もうこれは食べ物に人それぞれ好き嫌いがあるのと一緒で、 ASMR の世界の中にも人それぞれ好きなものや苦手なものがあるので、今日はそれを自由に語っていきたいなと思います。以前私のインスタグラムでみんなの苦手な音とかトリガーを募集したので、前半はルナ氏の苦手なトリガーで、後半は、みんなに聞いた苦手なトリガーランキングを発表していきたいと思います。はい。ちょっと今クッションの上に座ってるので音がしますね。はい。ということで、個人的に苦手なやつですね。一つ目、はい。でもまずもう本当に個人的な意見なので、もう反論は受け付けますよ。もう好みの問題なんで。はい。ということで、一つ目ですね。一つ目。しょっぱなからちょっと音ではないんですけど、音じゃないんですけど、一つ目、激しすぎるハンドムーブメント。ASMR のいいところが、音だけじゃなくてビジュアル ASMR って言われるように、視覚でもね、あなたを眠たくさせるようなトリガーがたくさんあるんですね。こんな感じです。手の動き、指の動き、ハンドムーブメントっていうのが、ちゃんと一つのジャンルとしてあるんですけど、個人的な好みとして、ゆっくり
これです。まあでも激しいハンドムーブメントですね。これは上手い人は上手い、とても上手だなと思うし、ショート動画が今は王道になってくると、やっぱり1分とか2分以内にこう心地よいコンテンツを届けようとした時に、割とこう音の量も多いし速いし、手の動きも速いものが多いのかなと思います。だからルナシはめっちゃこう上手なわけじゃないので、うまくできない、だから上手な人は本当に心地よくするんだと思うんだけど、個人的な好みとして、こうぼーっと画面を見ている時にあまりにも激しいハンドムーブメントだと、ちょっと目がムズムズするというか、ってなるなーって思いますね。皆さんはどっちが好きですか？こうゆっくりめのハンドムーブメントか、結構激しめのハンドムーブメントか、そもそもこうやって画面に向かって手を動かされるのが好きじゃないとか、どうでしょうか？では2つ目ですね。2つ目、これは、耳マイクでこのタッピングとか押さえてペタペタする音とかは好きなんですけど、個人的にはこの乾いた手でこすれる音かな、こすれる音、そうですね、このこする音がちょっと苦手かなと思います。ちゃんとこうマッサージだったりタッピングとかなら好きだなって思うんですけど、難しいな。ちょっとこすれる音かな。でもこれは編集の仕方でも結構変わってくると思うんですよね。こうノイズを消すために、低い音 50Hz とか 100Hz のところを下げれば下げるほど自分の声とかここら辺こういう音がクリアになっていくんだけど、でもそこの低い音を下げすぎたりノイズを除去しすぎると、このこすれる音とかが割と高音気味になるのかな。でちょっと耳が痛いかもって思う。そこを
耳マイク、そもそもね、耳マイクのマッサージが苦手だなって人も、いるっちゃいるんじゃないかなとも思います。はい。たまに他の人の動画のコメント欄で見たりするんですけど、こう両耳同時にされるよりかはこう片耳ずつされる方がいいかなみたいな意見も見るっちゃ見るな。3つ目と、医療系のお医者さんとか医療系のロールプレイをするときに白衣を着るじゃないですか。白衣が擦れる音、動いたときにね、まだまだこれも結局編集しないなんですけどね。でもこう、注意深く編集したつもりでも後日自分が投稿した動画を見返すと、ちょっとここの音擦れる音が高くなって耳が痛いかもしれないって反省することが割とある。あと編集するとき、元の音を聞いているとき、普通に自分の耳が痛いなって感じることが多いので、ほんの少しだけ苦手な音ですね。そうなんですよ。だから編集すれば改善できるけど、編集される前の音を確認している時とかに、耳が痛いって思うことが多いですね。今の普通のね、私服の音は素材が柔らかいというか、あんまり主張が強くなくて痛くないんですけど、耳が。白衣は布がねしっかりしている分、時々マイクによっては擦れる音がだいぶ痛いなと感じることがあるなと思います。時々ロールプレイの動画で白衣の音もなんか心地いいっていうコメントをいただけると、よかったーってすごく安心します。次ですね。次はこれもロールプレイでよくあるんですけど、ゴム手袋ですね。ゆっくりゆっくり丁寧な音は割といいんですよ。
しすぎるとかなり高温になっちゃって痛いなと思いますね。マイクとの相性にもよると思うんですけど、割と 3D 音はどうだろうちょっと高音に感じますか？それともそんなに高音じゃない？痛くない？はい、では次ですね。次はこれ難しいな。これ難しいですよね。私、人よりもマウスサウンドとかリップノイズを愛しているという自負はあるんですよ。その割と好き嫌いが分かれるところでもリップノイズとマウスサウンドとかは好きなんですよね。でも人がこう自然にささやき声で話している時に発せられるマウスサウンドが好きであって、伝わるかわかんないんですけど、メモに書いてあるのは巻き舌のタタタ。やりますね、このタタじゃなくて、創作物としてのラ、巻き舌のラ。これは個人的に良さがあんまりわかんない。これなんかね、私が自分のものを好きになれないだけかもしんないんですけど、よく外国人の ASMR リストがショート動画でめっちゃやりがちだなと思うんですよ。でもね、なんかそういう人たちはなんかすごい心地よく聞こえるんですよね。そうだから私本当に結論は出てるんですよ、この動画の。上手い人がいれば全ていい音になる。本当にこれそうですね。このスタッカーとマックスみたいなラはちょっと苦手ですね。あと最後はちょっと音とかではなくてジャンルとしてロールプレイが自分が YouTube を始めるまでは見たことなかったんですね。ひたすら私は人のささやき声が好きなので、ささやき声で普通に喋ってる雑談してる動画をずっと見てたんですね。だからロールプレイを全然見てなくて、でもまあ自分が作る動画の幅を広げるためにもすごいロールプレイは重要なものだなと思って、勉強させていただいております。
ASMR の中でめっちゃ王道と言われがちな耳かきなんですけど、ルナシもそんなにたくさんはやってないジャンルですので、ちょっと安心しましたで、回答してくださってる方の中にもなんかちょっと珍しいかもしれませんがみたいな、ちょっと変わってるかもしれないけど耳かきが苦手って書いてくれる人がいたけど大丈夫です。めちゃめちゃ多数派の意見でした。さっきのロールプレイと一緒で、自分が実際 YouTube を始めるまでは丸出しも耳かきの動画を見たことなくて、まあでも動画作るようになってから結構見て、あ、こういう耳かきは心地いいなとか、いやこれは苦手だなみたいなものができてくると、まあ聞くのは楽しくなってきました。わかんないですね、これ私のフォロワーさんに聞いているから苦手なジャンル1位が耳かきになってしまったのかもしれないだからもっと耳かきをたくさんやっているチャンネルのフォロワーさんにね、今回質問したら全然違う回答かもしれないですしね。結構多かった意見が梵天とか綿棒の良さが未だにわからないとか、なんか強くただガリガリするだけの耳かきはめっちゃ苦手とかの意見が多かったですね。ほんと確かにこういうこれをね、こうどれくらいの強さでやるかとか、どれくらいの速さでやるかとか、大事ですよね。寝る前だからこそ、こう感覚がね敏感になってるから好みはすごく分かれるだろうなと思います。次にほぼ僅差で多かった第2位はルル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 じゃん、咀嚼音ですね。これは予想がつくわ。そうだね。特になんかサクサク音は良くても水分多めのネチョネチョした感じの咀嚼音が苦手という意見とか、クチャラーが苦手とか、そういう意見が多かったかな。これはね、ルナシはね咀嚼音好きなんですよめちゃめちゃ好きで、もういろんなの聞きすぎて、もう苦手な咀嚼音は一切ないです。なんならね、サクサクもいいですし、水分多めと言いますか、餅とかね、白米とか、なんかそういう濃厚な咀嚼音大好きですでは第3位からはだいたいみんな3票とか4票で並んでます。1位に耳かきの咀嚼音だけがこう何十票もあって、これから紹介するのは本当に3票4票くらいです。3位
れだよね。なんだろう、まあ作り手側の責任だろうなと思います。本当私もねこうやっちゃうし、眩しくなっちゃってんなーって反省するやつたくさんあります。だからこっちがね動画を撮っている側がどんな感じでカメラに向かってライトを当てるかとか、その時だけフィルターをかけるとか、いろいろ工夫の仕方があるはずなんだけど、ちょっと難しい。やりますね、やりますね。スマホのライトで眩しい。めっちゃ眩しいんやけど、光を追ってください、光を追ってくださいってやつ。ここですよ、ここですよってめっちゃ眩しい。強いこういうことですよね。こういうことです。結局ね、これも上手な人がやれば上手なんですよ。直近の動画だと CG に従ってっていう動画の中でライトを追ってみたいな感じでしてるので、眩しすぎてたらごめんなさいでは次、第4位は高速タッピング。とにかくあれですね、速いタッピングが落ち着かなくて苦手っていう意見ですね。わからんでもないだけど、私もゆっくりの方が好きなんだけど、なんか飽きてしまわないかなって不安になってきて、無意識のうちに高速でタッピングしちゃうことがあるので、とても気をつけたいと思います。同じく第4位、息の吹きかけですね。やりますいきますね。わからんでもないぞ。私も別に嫌いじゃないけど、めっちゃ好きなわけでもないなんだろうな、なんか喋っている時に自然にかかる息は結構好きですね。やっぱりすごく
好きな人の意見としては、多分何も考えなくていい頭が空っぽになるのかなって思うんですよ。シンプルに口の、言葉の音を楽しめる、落ち着くとか、でもやっぱり退屈になってしまう側面もあると思うので、何かを繰り返すオノマトペとか、そういう動画程よいハンドムーブメントとか、この出ている、本人の表情とか雰囲気とか、動画全体の雰囲気とか、近づいたりたまに遠ざかってみたり、なんだろうな、すごい臨場感みたいなものが大切なんじゃないかなと思います。はい、オノマトペはね、これの良さがわからないっていう人もわからなくはない。あとは心音が苦手っていう意見もありました。これ私はやったことないんですけど、マイクを胸に近づけて心臓の音を取るみたいなやつですよね。これ情報のね、ソースはどこかわからなくていいんですけど、心音は今は規制されてるみたいな、性的コンテンツになっちゃう可能性が高いらしいですよ。あとはそうだな、逆に音質が綺麗すぎるある程度ホワイトノイズとか、服の擦れる音とかね、生活音があった方がいいっていう意見もありました。で、他には苦手なトリガーじゃなくて、普通に苦手な音ですね。これで一番多かったのは、黒板を引く音。これはみんな鳥肌立っちゃいますよね。あとは金属音とか、マジックテープ、ビニール袋、発泡スチロールとかですね。ガラスが割れる音、この日常に潜む苦手な音の共通点、やっぱりどうしても高い音で耳がキーンって痛くなる感じがあるよなって思います。すごく興味深いですね。好きな音は語られがちだけど、ぶっちゃけ苦手なトリガーとか音っていうのはなかなか語る場所がないかなと思うので、ぜひこのコメント欄でいろんな意見を聞かせてください。ルナシもすごい音の編集をいろいろと注意深く何度も確認してやっているつもりではあるんですけれども、人それぞれ好みがあって、ずっとこの音は不快だなって思わせてしまうようなことがあるかもしれないんですけど、とにかくそういうことが少ないようにこれからも頑張っていきたいなと思います。はい。でも総じて無限のジャンルが ASMR